そんなのあった館へようこそ。皆様のおかげでそんなのあった館のチャンネルの登録者が1000人を超えました。本当にありがとうございます。というところで、チャンネル登録1000人記念動画として本日はアクションゲーム制作が得意の会社トレジャーのレトロゲーム世代のタイトルをご紹介します。未開封だったサターンのソフトも1本あるので、それも開封してみます。トレジャーのゲームはどれも個性的でクオリティの高いゲームが多く、移植や再販がされてもプレミアのままのタイトルも多いのだ。まずはトレジャー設立第1弾メガドライブで発売されたガンスターヒーローズです。トレジャーという会社は元コナミの方々が IP ものの続編ではなくオリジナルのゲームが作りたいと独立して作った会社で、多くの作品がオリジナルの新規 IP でキャラクターやシステムに独特の個性があり、それを表現実現する技術力とこだわりのある作り込みなど、オリジナリティあるクオリティの高い魅力的なゲームを作る集団といったイメージがありました。またトレジャーの作品は世界観など設定をしっかり作っており、アクションゲームでもキャラたちの会話やストーリーがちゃんと語られるものが多いです。こちらのガンスターヒーローズもロムカートリッジにしてはしっかりと世界観が描かれているのだ。トレジャーは毎度他にはないようなシステムをぶっ込んでくるのも特徴で、このガンスターヒーローズは2種類のショットアクションと4種類の性能が違う銃を選んでスタートします。その選択によるアクションや攻撃の変化があるシステムに慣れないと若干楽しく遊べなかったりするので、ややハードルが高いところもあるゲームかもしれないのだ。なのでとっつきにくかったり面白さが伝わりにくいとかそういうところもあってか、出荷数が少なく後で手に入らなくなって当時からプレミアにみたいなゲームが多かった気がします。ガンスターヒーローズメガドライブ駿河屋中古価格 12,400 円です。このガンスターヒーローズは国内でも8回も移植されており、現在もスイッチでも遊べますが、未だプレミア価格になっているようです。それとトレジャーさんはこの直後にマクドナルドの IP を使ったゲームマクドナルドトレジャーランドアドベンチャーというゲームも作っていますが、こちらは未所持なのでタイトルのみの紹介です。会社立ち上げてすぐにこういった IP ものの仕事も取っているのが経営側もしっかりしてるわよね。このゲームは昔から興味は津々でしたが、負けプレでも3万8000円と高値すぎて手が出ないのだ。お次はメガドライブのダイナマイトヘッディです。こちらのゲームはそんなのあった缶の棚にはなくロム未所持となりますが、メガドライブミニに収録されていますので、そちらを使ってのご紹介です。この時のトレジャーはメガドライブで4タイトルのオリジナル IP と先ほどのマクドナルドみたいな版権ものを2本作っています。そのオリジナルの IP の2作目がダイナマイトヘッディなのだ。こちらもオープニングでしっかりと世界観の説明が入ります。おもちゃの国で皇帝に差別され捨てられた人形の逆襲といった感じでしょうか。ゲームシステムは他にはない変わったものになっており、プレイヤーでもあるヘッディは頭を飛ばして攻撃するだけではなく、頭をすげ替えて様々な能力を使ったり、頭を飛ばして移動したりと、剣ワープならぬ頭ワープなのだ。パズル的なところもあるステージをクリアしていく、まさに頭を使うアクションゲームという感じです。頭を使う物理閉じですが、この時期のゲームとしては珍しくチュートリアルもあり親切設計ですが、それなりにやりごたえがあるアクションゲームになっていると思います。ダイナマイトヘッディメガドライブ駿河屋中古価格1万1000円です。ダイナマイトヘッディも5回の移植とスイッチで DL 販売もしておりますが、まだ少々プレミアがついていますね。ちなみにメガドライブミニの駿河屋中古価格は1万3000円となっています。次もメガドライブで、こちらは版権ものの悠々白書魔境統一戦です。こちらは以前のメガドライブの紹介動画で取り上げているので簡単にいきます。トレジャーは今回の紹介では
この悠々白書だけですが、意外と IP ものを何本かやってたりするのだ。こちら悠々白書魔境統一戦は格闘ゲームの体をとっていて、ストーリーなどはあまり描かれておりませんが、潜水と五木までいます。2を作って魔界の連中も使えるようにしてほしかったのだ。システム的には昔の画廊伝説のようなライン移動があり、目玉は2対2の4人プレイが可能なところかと思います。悠々白書魔境統一戦メガドライブ駿河屋中古価格21,500円です。悠々白書魔境統一戦はほぼ移植されていませんが、メガドライブミニに収録されているので、遊ぶだけならそちらで良いかもしれません。お次もメガドライブでエイリアンソルジャーです。こちらも未所持ですが、メガドライブミニ2に収録されているものの映像となります。ここまでご紹介したゲームもそれぞれ少しプレミアがついていますが、このエイリアンソルジャーは格が違うのだ。現在の中古価格がどれくらいかは後ほど。こちらエイリアンソルジャーもちゃんと尺を使った世界設定とストーリー導入がありますが、今回はちょびっと手抜きには見えます。ゲームの中身ですが、システム的にはやはり新しいスタイルを提示していて、まず6種類の武器から4種類の武器、攻撃方法を選び、その武器を切り替えながら遊ぶ形になっていますが、それぞれ弾数があるので弾が切れるとまともに使えなくなります。弾が切れたら遊べなくなるのか。フィールドで同じ武器を拾えば弾が増えるのと、一応弾がゼロでも極小の当たり判定の攻撃ができるから、接近戦の感覚で頑張れば大丈夫よ。これまでの作品よりも、それこそ悠々白書よりもキャラクターが大きく表現されてて、敵の不気味なデザインも相まってキモさが際立っていますね。それにアクション自体は他と比べて複雑ではないかもしれませんが、ちょっと難しい感じなのだ。トレジャーのゲームなので、慣れるまでは普通に遊べなくて、システムに慣れてくるとうまく進めるって感じのバランスなのかと思います。エイリアンソルジャーメガドライブ駿河屋中古価格115,000円です。10万超えしてるのだ。すごっ。なんで買っておかなかったんだって感じのよくある一本よね。メガドライブのソフトの中でも上位のプレミアになっていますね。このエイリアンソルジャーの直後、メガドライブでライトクルセイダーという作品も出ていますが、こちらは完全未所持なのでタイトルだけのご紹介です。メガドラミニも北米欧州版には収録されているそうです。そんなのあった缶には日本版しかないのだ。そのジェネシスミニは日本版より数が少なかったのか、メガドライブミニよりプレミアしちゃってるわね。トレジャーはこのライトクルセイダーまでメガドライブでしか開発していませんでしたが、次からは第5世代で作られたゲームに入っていきます。お次はセガサターンのガーディアンヒーローズです。ハードがセガサターンになったということもあり、オープニングもアニメムービーになりました。ちょっと見ていきましょう。俺はハン、よろしく頼むぜ。
今までのトレジャーオリジナル作品は SF 色の強いものが多かった印象ですが、今回は剣と魔法のファンタジーな世界観ながらお得意のメカモノ感やかつての英雄がゾンビとして仲間になるので、それに指示を出して一緒に戦ってもらうなどワクワク要素満載でさすがという感じです。またゲームシステムがいつもの横移動のアクションというよりはライン移動もあり、プレイ感的にはベルスクっぽくなっているとこもよく、さらにアクションも多く悠々白書のような格闘ゲーム風の感覚もあり、もう一つ育成要素もあり、ステージ終了後に増加させるパラメーターを自由に選んで遊ぶことができますので、ベルスク、格ゲ、RPG それぞれ大好物人としてはめちゃくちゃ楽しく遊んだ記憶があります。それとゲーム進行に合わせいつもよりもストーリーパートが多く入っており、物語性が高いのも良いところよね。イベントパートがフルボイスになってればさらに楽しかったのだ。見た目なんとなくもっさりしてますが、ベルスク風ゲームとしてはプレイしていて特に気になりません。今時のアクションゲームは忙しいから自分には向かないのだ。ゼンレスゾーンとか面白いですけどね。ガーディアンヒーローズセガサターン駿河屋中古価格6850円です。ほぼ定価でそれほどプレミアってはいません。移植も Xbox360 の DL で1回しかされてないですが、そもそもそこそこメジャーだと思うので、それだけ売れてたってことで需要は満たしてるのでプレミア化しないタイトルかなと思います。お次は任天堂ハードに移ります。任天堂64のゆけゆけトラブルメーカーズです。グラフィック含めて雰囲気はもういつものトレジャーっぽくて安心して遊び始められます。オープニングはガーディアンヒーローズと違い、またロムソフトに戻ったからか昔ながらの実機アニメーション表現のオープニングになっています。ちょっと声優オタな発言ですが、メインキャラのメイドロボのマリナは赤ずきんちゃちゃでデビューした鈴木雅美さんで、帝国軍の3人が大塚芳忠さん、大塚明夫さん、堀内健優さんとなかなかツボな声優さんだったりします。システムはかなり変わっていて癖があるので慣れるまではうまく遊べないのだ。今日はそのセリフばかりよね。とにもかくにも普通のアクションゲームと大きく違うのは、敵に直接攻撃というものがなく、掴んで振ったり投げたりするアクションでステージを進んでいく形になっていて、ジャンプの移動もジャンプしてから C ボタンなどで方向付きで行うので、この操作が結構難しいです。すっかり操作を忘れてしまってまとも操作してる動画を撮れないのだ。でもこういった歯がゆさ含めてトレジャーらしさって感じね。ゆけゆけトラブルメーカーズ任天堂64駿河屋中古価格9100円です。こちらはほぼ定価ですが、移植も再販も一切されておらず、スイッチオンラインでも今のところは入っていないので、今のうちにというタイトルかもしれません。まあアクションの特殊さから単純に敬遠されてるかもですが、お次はセガサターンに戻りシルエットミラージュです。こちら以前も未開封ものとしてご紹介しましたが、今回はトレジャー特集ということで開けちゃいました。ということで早速遊びましょう。初めてなのでオープニング見ていきましょう。
相変わらずセンスがトレジャーらしく独特ですね。デザイン的に右と左でパキッと分かれているのはゲームシステムが先にあってキャラが作られており、しっかりと意味があります。まずは世界観の説明をしながらチュートリアルです。チュートリアルをかなりがっつり行いますが、やっとかないと全然わからなさそうなルールがあるからですね。右を向いてるか左を向いてるかで属性が変化して相手の能力を下げるかダメージを与えるかというシステムは斬新すぎて知らないとまともにプレイできません。基本右に進んでいくマリオ型のアクションだったりするのに、マップ上の仕掛けはもちろん毎度メインシステムに何かしら新要素を入れてくるのはすごいことなのだ。このシステムだと敵を蹴散らすのに右向き、左向き、後ろから回り込む必要がありますが、左右チェンジも可能です。ただ左右チェンジはチェンジ演出中、敵の攻撃が当たってしまうとキャンセルされてしまうので、敵に囲まれてる時などは使えません。物語的にもマルチエンディングとなっているらしいのでやりごたえありそうです。シルエットミラージュ、セガサターン、駿河屋中古価格11,800円です。こちらも当時から移植もされていないタイトルで、プレミア的にはまだちょっとだけという感じなので、サターン全体の値上がりといい、ここらもマイナーなうちに抑えるのも吉かもしれません。未開封だったものを開けてしまったので、せっかくなので後でもう少し遊ぶのだ。お次はサターンのレイディアントシルバーガンとプレイステーションの落書きショータイムと続けますが、こちらの2本も以前の動画で紹介していますので軽めのご紹介にいたします。レイディアントシルバーガンはトレジャーが送るシューティングゲームですが、人気があり、このタイトルとイカルガなどのおかげでトレジャーといえばシューティングというイメージの方すらいると思います。レイディアントシルバーガン、セガサターン、駿河屋中古価格22,100円です。 Xbox アーケードに移植後、現在はスイッチ版も発売されていますが、最初のサターン版はプレミアのままとなっています。もう一本の落書きショータイムはトレジャー初のプレステ専用タイトルになっています。トレジャーのセンスが光る落書き風キャラクターたちがフリードッジボールのように球を拾ってはぶつけ合うアクションゲームで、相変わらずの類を見ない変わり種のゲームです。落書きショータイム、プレイステーション、駿河屋中古価格27,800円です。トレジャー作品のプレステ唯一のタイトルでもありプレミアっていますが、遊ぶだけならゲームアーカイブスでも DL できるので今のうちでおすすめなのだ。お次は任天堂64タイトル爆裂無敵番外王です。来ましたロボットもの。パッと見雰囲気的にはジャイアントロボ感があるのもワクワクしました。それもアクションではなくシューティングゲームということで、当時速攻で買ってしまった記憶があります。ゲームオープニングは SF 人形ものっぽく始まり、妹と一緒に番外王に乗り込み戦うようなのだ。で、全然ジャイアントロボじゃないけど、これはこれである意味トレジャーらしいノリなのだ。ゲームを始めると番外王ちっちゃと思い、イメージとのギャップがありますが、このちまちまな感じから板のサーカス張りにホーミングミサイルを撃ちまくるのが楽しく、キャラの小ささはプレイしていると気にならなくなります。確かにこんなちまちましてるのに爽快感があるのがなんとも不思議な感覚になってくるのだ。またパイロットはワンボタンで切り替えができ、切り替えることで攻撃も変わり、ホーミングからアークスオデッセイやテグザーみたいな反射レーザー型の攻撃になり、道や敵の位置によって使い分けて進んでいく感じになっています。でもターゲットよりミサイルの方が目立つというか、ミサイルを見て遊ぶゲームっぽくて、全然ターゲットを見ないで遊んでる感があるのよね。何にしてもこのちまちまが面白いとなるか、地味だな、もっとちゃんとしたシューティングがアクションがってなるのかで評価が変わる気がするのだ。私は他のゲームと違うちまちまのホーミングや反射でバリバリ進むのが
めっちゃ楽しいと思って遊んでましたね。爆裂無敵番外王任天堂64駿河屋中古価格45,600円です。あら、めちゃくちゃプレミアってるわね。確かになんででしょうか。64のソフトって9.11の影響とかいろんな事情で本体もソフトもいまいちブレイクしなかったからよほど出荷されてなかったのかもしれないけど、さっきのトラブルメーカーズとかはそれほどプレミアっていないので、メカモノの方がマニアがいるってことですかね。次が本日最後となりますが、任天堂64の罪と罰地球の継承者です。こちらも未所持でしたが、スイッチオンラインでプレイ可能でしたので、そちらを使ってご紹介します。ガーディアンヒーローズ以降ってトレジャーってだけで追いかけてたのに、このタイトルを買ってなかったのは珍しいのだ。当時トレジャーのゲームだって気づいてなかったのよね。ですね。これまでの作品と比べて、キャラの感じもゲームの中身も雰囲気が今までと違ってて、従来のトレジャー感がなかったので気づいてませんでした。今回は TPS 視点の 3D スクロールシューティングです。スペースハリアーよりはパンツァードラクーンとかの方が雰囲気は近いかもしれないけど、キャラは人間なので地面を走る形で空は飛べません。ゲームシステム的にはシンプルな話としてはスクロール型の TPS ではありますが、操作が結構癖のある 3D シューティングとなっています。なんでも64のコントローラーを活かせるソフトの制作をということで任天堂に持ち込んだ企画らしく、意気込みはトレジャーらしいというか、なんだかすごいことだと思いますが、これまでもトレジャーのゲームは特殊な操作の新システム的なものばかりでしたが、 TPS でありながら特殊な操作にするのがやや無理があると思いました。まあ今回64コントローラーじゃなくてスイッチの標準コントローラーで遊んでるからなおさらよね。結局録画中まともに操作できてなくてすみませんなのだ。それと 3D のモデルというかキャラの雰囲気がいつもと全然違うので、遊んでてトレジャーのゲームの感じが全然しなくて、ダークな感じのストーリーもいつものトレジャーな感じが弱いのだ。罪と罰地球の継承者任天堂64駿河屋中古価格17,200円です。ややプレミアっていますが、遊ぶだけなら今回録画してるようにスイッチオンラインに加入してれば追加料金はなしで自由に遊べます。そういえばこのゲームが今回の紹介の最後ってトレジャーのゲームが最後なのか。いえ、第5世代のゲームがここまでで、次からはドリキャスやプレステ2になっていくので、第6世代以降のトレジャーはいつか別の機会でというところで、今回はここまで。最後に改めてとなりますが、そんなのあった缶のチャンネル登録者が1000人を超えました。本当にありがとうございます。今後も棚や押し入れに眠っているゲームからそんなのあったというタイトルをご紹介していきますので、引き続きよろしくお願いします。ではでは、今後もいろいろなゲームをこんな感じでご紹介していきますので、よろしければコメント、グッドボタン、チャンネル登録などなどお願いするのだ。